내게 올 수 없을 거라고 이젠 그럴 수 없다고 제발 그만하라고 나를 달랬지 네가 보고 싶을 때마다 이렇게 무너져버리고만 할까 아무리 잊으려고 애를 써도 잊을 수 없게 하니까ペヨンジュン、1972年8月29日生まれ、韓国の俳優、実業家、ソウル出身、日本での愛称はヨン様、身長180センチメートル、特技は剣道、合気道、スノーボード、ゴルフ、キリスト教ローマカトリック信者でもある。1994年に「愛の挨拶」でデビュー以後いくつものドラマに出演。特に1996年の「初恋」では韓国ドラマ史上最高視聴率2008年8月現在 65.8% を記録し、主役を演じた彼自身も人気の座を手に入れた。韓国において2002年に冬のソナタのチュンさん役で百総芸術大賞人気賞、テレビ部門冬のソナタ KBS 演技大賞最優秀演技賞、人気賞、ベストカップル賞、ベストドレッサー賞を受賞している。日本では2003年 BS2 で放送されたドラマ冬のソナタのヒットによりブレイク。2004年4月から8月には NHK 総合で放送され、ヨン様、微笑みの貴公子のニックネームが生まれ、主に30代以降の世代の女性に親しまれている。冬ソナは2004年の流行語に選ばれる。2004年12月2日、インフォーシークの2004年度年間検索キーワードランキング男性有名人部門の1位になる。2004年12月16日、ヨン様がワードオブザイヤー2004朝日新聞社の流行語大賞となる。2004年秋に発売された初写真集「ザイメージボルドット1」は6日間で初版の10万部を完売。2005年9月に日本で公開された映画「4月の雪」は約300万人動員の韓国映画史上最大のヒット。2005年9月現在。2007年末から2008年は約2年の撮影期間を経たドラマ「太陽詩人記」が放送される。またタイや中国語圏などのアジア諸国でも高い人気を誇っていた。2004年3から4月には映画「スキャンダル」で台湾、シンガポール、香港、日本初来日のアジアツアーを行う。2005年映画「4月の雪」で台北、日本、北京でプロモーションを行う。2007年5月、中国のソーフ .com 総2495万5044人参加の10年間最も影響力のある韓国スターで1位となる。2007年、太陽詩人記に主演し、韓国で最高視聴率 37% を獲得したことで注目を集める。現在、韓国語、朝鮮語、母国語、中国語、少々、日本語、少々、英語を話すことができる。現在の活動編集2006年に資産10億円を出資して芸能プロダクション、キーイーストを設立し、2015年には資産が152億円を超えるなど大富豪となり実業家として大成功を収めている。この芸能プロダクションは韓国の5大芸能プロに数えられており、キム・ヒョンジュン、コカラのクハラなどの売れっ子が約40人所属していた。
韓国のセレブをウォッチしているニュースサイト財閥 .com が今年6月に発表した芸能人株長者番付によると、ヨン様の持ち株資産価値は推定439億ウォン、約43億9000万円で、韓国芸能人株長者の4位にもなるという。社会貢献2004年10月23日、新潟県中越地震が発生。約5000人の死傷者を出し10万人を超える人が一時避難した。2004年12月24日にペヨンジュンの日本関係者が新潟県の東京事務所を訪れ、日本で開催した写真展で得た収益から3000万円を寄付した。また、ペヨンジュンさんを愛する韓国家族の集いの名で韓国ファンも義援金を新潟まで行き渡し知事から後日感謝状を贈られたという。2004年12月26日、スマトラ島沖地震が発生し、その後に起きた津波と合わせてインド洋沿岸国全体で20万人を超す死者を出した。この被害に対し、2005年1月4日、3億ウォン、日本円で約3000万円を援助団体に寄付した。またこの行為に感銘を受けた多くの日本人が、ペヨンジュンの家族という名義で同 NPO や赤十字社へに寄付した。ペヨンジュンの日本の施設ファンクラブは、2005年8月29日のペヨンジュンの誕生日を記念して、5日前の8月24日、冬のソナタの舞台となった韓国チュンチョン市内にある保育園に100万ウォンを寄付した。2005年から2006年、エーボンプロダクツの乳がん撲滅啓発活動、ピンクリボン運動、キャンペーンに賛同し協力した。2005年8月28日、日本テレビの24時間テレビ、愛は地球を救うに VTR で出演し、募金活動を行っている同番組に対して福祉車両費などとして2000万円を寄付した。2006、2008年にメッセージを寄せる。2006年7月20日、韓国で災害救護協会に水害義援金及び救護寄付金に2億ウォン、日本で約2000万を寄付。2007年12月、韓国の原油流出事故における除去作業のボランティアに必要な備品購入に3億ウォン、日本で約3580万を郡庁に寄付。2008年6月7日、中田英寿のプラス1フットボールマッチ、テイクアクション2008、事前サッカーチャリティーイベントに賛同。試合前に会場でビデオコメントを放送した直後に本人がグラウンドに現れ、観客に挨拶を行うサプライズ演出も行われた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に、日本の大地震被害者の力になるために、と同年3月14日日本の国土交通省観光庁に申し出、10億ウォン、約7300万円を寄付した。6回の公式来日、2010年12月現在、2004年4月に映画、スキャンダル、プロモーション、旧渋谷公会堂のため初公式来日した際には、到着日時、場所を公開していたこともあり、羽田空港に5000人のファンが集結したため警察隊が出動し、怪我人まで出るパニックになってしまった。記者会見等を行う。2004年11月に写真展や記者会見のため2度目の公式来日した際は、成田空港発表で3500人と言われるファンが集結。空港ロビーをファンが埋め尽くした。宿泊先のホテルニューオータニ前で、ファンがパニック状態になり怪我人が出る騒ぎになりホテルを移ることとなる。2004年12月14日に福島空港にプライベートで来日した際は、極秘だったためマスコミも情報を手に入れられず、偶然空港内で行われていた水墨画展の取材をしていた福島民報だけが新聞に彼の写真を掲載した。その情報を聞きつけた一部の熱狂的ファンが韓国人が経営する伊香玉村のゴルフクラブに行くのではないかと勘違いし、その日そのゴルフ
フ場は満杯だった。2005年夏に映画、4月の雪、プロモーションで3度目の公式来日した際は、羽田空港使用不可の方針が下される異例の事態となり、到着日時、場所を秘密にし、本人自らがウェブサイト上で空港出迎えを自粛するように告知したが、およそ600人が成田空港に詰めかける騒ぎとなった。プレミア試写会、映画プロモーション、記者会見を行う。2006年7月に仕事で来日した際は、同じく到着日時、空港を極秘扱いにしていたにもかかわらず空港にファンが30人集合。2008年5月末にドラマ、太陽詩人記、プロモーションで約3年ぶりに4度目の公式来日した際は、来日便など公式行事以外の情報非公開としていたが、大阪、関西空港に3000人が集まった。大阪でプロモーション、東京で記者会見を行う。また中田英寿主催で6月7日に日産スタジアムに行われたテイクアクション。2008プラス1フットボールマッチの趣旨に賛同、映像コメントに出演し、そのコメントは試合前に流された。その映像コメント終了後に会場に来ていた本人がグラウンドにより来場していた観客に挨拶をするサプライズ演出を行った。2009年9月17日に過労で入院。過労とストレスで免疫力が低下し敗血症の初期段階と診断された。命には別状なく21日には退院。9月27日にアニメ「冬のソナタ」のプロモーションのためにチェジウと共に5度目の公式来日をしており、9月29日には東京ドームで放送記念イベントが開催。30日には旅行エッセイ「韓国の美をたどる旅」の出版記念イベントが行われたが、再び健康悪化したため日程を早め10月2日に帰国している。2011年9月2日、9ヶ月ぶりにドリームハイ DVD 発売イベントのために来日した。羽田空港には2500人の家族と空港の外には2000人の家族が集まった。近年、いわゆる第3次韓流ブームとして韓国カルチャーの人気が再燃しているが、昨今の K-POP 業界はグローバル化しているのが特徴だ。サナ、ミナ、モモの3人が所属する TWICE や AKB48 グループの宮脇さくら、矢吹奈子、本田仁美が在籍するアイズワンなど、日本人メンバーが活躍するグループも多数。ハイレベルなダンスや歌で韓国、日本のみならず世界で目覚ましい結果を残している。今のブーム以前には、ボアや東方神起からが日本で確立した第二次韓流ブームの土壌があり、さらにその前、日本における最初の韓流ブームの立役者は、2004年ドラマ、冬のソナタに主演し、空前のヨン様ブームを巻き起こしたペヨンジュンに他ならない。振り返ってみると、ヨン様ブームは、日本でドラマ、冬のソナタが放映されたことがきっかけだった。死んだ恋人にうり二つの男性と、婚約者の男性との間で揺れる女性の心情を書いた純愛ストーリーは、30代以上の女性を中心に人気を集め、放送回を重ねるごとに視聴率を伸ばしていった。劇中での柔らかで品のある笑顔から、微笑みの貴公子とも呼ばれ、ヨンジュンのマフラーの巻き方が、ヨン様巻きとして流行。ロケ地を巡る韓国旅行ツアーにも日本人客が殺到するほどの過熱ぶりで、ドラマの枠を超えて韓国の文化に触れる取っかかりを作った。2000年代の開始とともに、日本に湧き起こった韓流ブーム。ドラマで火がついた人気はやがて K-POP 人気へとつながり、今では10代たちも熱狂する第3次韓流ブームが起きている。俳優業に精を出さなくても、悠々自適に暮らせる富があるわけだが、そろそろ演技者ヨン様の姿も拝みたいところだろう。もう一度、日韓関係改善の架け橋となってほしい。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。
私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか。